今日も読み聞かせをしましょう。さよならの後に咲く光。誠の大好きな場所は町の端にある小さな図書館でした。木のドアはギーッと優しい音を立てます。中に入ると本の匂いと埃に混じった光がふわりと舞っていました。そしてカウンターの向こうにはいつも佐藤さんがいました。白い髪に丸い眼鏡。いらっしゃい。その声は暖かい毛布みたいでした。誠は学校が少し苦手でした。うまく話せない日があったり、みんなの速さについていけない日があったり。でも図書館では誰も急ぎません。本も佐藤さんも誠をせかしません。ある日、誠がいつものように行くと、図書館はいつもと違う空気でした。カウンターに小さな紙があります。佐藤は今月いっぱいで図書館を離れます。誠はその字を何度も読みました。目がじんとします。その日、誠は本を借りませんでした。代わりに佐藤さんの前に立ちました。本当？小さな声。佐藤さんは優しくうなずきました。うん。ちょっと遠い町へ行くことになったの。帰り道。風が強くて目に染みました。でもそれだけじゃありません。胸の中がぽっかり開いたみたいでした。それからの日々、誠は図書館に通いました。前よりたくさん。本を借りて、読んで、返して。でも、本当にしたいことは一つでした。最後の日、図書館はいつもより少し賑やかでした。花が飾られ、町の人がありがとうと言いに来ます。誠はずっとポケットを握っていました。中にあるのは一通の手紙。何度も書き直しました。字が下手でも気持ちは本当です。人が少し減った頃、誠は佐藤さんの前に立ちました。言葉がなかなか出ません。でも、ここで本を読むのが好きになった。佐藤さんはまっすぐ見ました。誠くんがページをめくる音、とてもいい音だったよ。誠は手紙を差し出しました。佐藤さんはその場で読みました。僕も誰かに毛布みたいな言葉をあげられる人になりたいです。佐藤さんの目が少しだけキラリと光りました。さよならは終わりじゃないの。佐藤さんは言いました。
誰かにもらったものを次の人に渡すこと。それが続き、図書館のドアがギーッと音を立てます。その音は始まりの音にも聞こえました。数日後、図書館には新しい司書さんがいました。誠は少しドキドキしながら本を返します。そして隣にいた小さな子が本を落としました。誠は拾ってあげます。この本、面白いよ。その声は少しだけ毛布に似ていました。佐藤さんはもうこの町にはいません。でも、ページをめくると、あの図書館の光が蘇ります。さよならは、温かいものが別の形になること。誠の胸の中に小さな光が灯っています。それはきっと誰かを照らす光。優しい光。静かに。でも確かに。おしまい。